今日の単語。それではどうぞ。皆さんこんにちは。ジャパニーズリスニングカフェのケンです。こんにちは、エミです。ケンさん、お帰りなさい。先週は一人で寂しかったですよ。ありがとうございます。たった1回休んだだけなんですけどね。また戻ってこられて嬉しいです。そうでしたね。やっぱり2人でお話しする方が楽しいです。エミさん、今日はどんな話題からスタートしますか？今日は海外のリスナーさんからいただいたお便りを紹介しますね。お便りは嬉しいですね。どなたからですか？ジョンさんからです。ジョンさん、いつも聞いてくれてありがとうございます。ジョンさん、ありがとうございます。で、どんなメッセージなんでしょうか？先日カフェでコーヒーを注文した時、店員さんに笑われちゃったそうなんです。カフェで笑われるなんて一体何があったんですかね？実はジョンさん、コーヒーを2匹くださいって言っちゃったみたいなんですよ。コーヒーを2匹。それは店員さんもびっくりですね。そうなんです。日本の数え方は難しすぎるってすごく困っていましたよ。ジョンさんの気持ち本当によくわかります。あれは学習者にとって大きな壁ですよね。というわけで今日のテーマは外国人泣かせの助数詞です。今日はこの複雑すぎるルールを一緒に解き明かしていきましょうか。私たち日本人は無意識に物の形で数え方を変えているんですよね。形ですか。パッと見た時の印象で決めているわけですね。例えば紙や T シャツみたいな平たいものは枚と数えます。1枚2枚。確かに平たいものなら見た目で覚えやすいかもしれませんね。そしてペンや傘みたいな細長いものは本を使います。1本2本。でもエミさん、ここで一つ疑問が。何でしょうか？何でも聞いてください。映画や電車って全然細長くないのに本と数えるのはなぜなんでしょうか？とてもいい質問ですね。これ実は歴史的な背景があるんですよ。へえ、どんな背景が隠されているんですか？昔の映画って細長いフィルムのテープで作られていたんですよね。面白い。細長いテープの形から映画は1本2本って数えるようになったんですね。そういうことです。実は電車も同じような理由なんですよ。電車って四角い箱じゃないですか。どこが細長いんですかね？電車そのものというより細長い線路の上を走るからなんです。線路の形で数えているなんてびっくりですね。そうなんですよ。パッと見ただけじゃわからないから面白いですよね。なるほど。物の形については分かりました。じゃあ動物の数え方はどうなっていますか？動物の数え方は本当に複雑ですよね。基本的には大きさで分けているんです。犬や猫のような小さい動物は匹を使いますよね。1匹2匹ですね。じゃあ人間より大きい動物はどうでしょうか？象や馬のような大きな動物は頭ですよね。大正解です。1頭2頭と数えます。ここまではカテゴリーがはっきりしていて分かりやすいですね。でもここからが面白い例外なんですよ。出た、例外。学習者が一番怖がるやつじゃないですか。ケンさん、ウサギの数え方って知っていますか？ウサギですか？小さいから普通に匹じゃないんですか？実はウサギって鳥と同じ輪で数えるんですよ。え、ウサギには羽がないのにどうしてですか？昔の日本人は宗教の理由で4本足の動物のお肉を食べてはいけなかったんです。確かにそういう時代がありましたね。でもそれがウサギの数え方とどう関係してるんですか？実はどうしてもお肉が食べたかった昔の人は、ウサギはぴょんぴょん跳ねるから鳥だって言い訳をしたんですよね。鳥だから食べてもいいってすごいいいわけですね。だからウサギは今でも鳥と同じように輪と数えるんです。人間の食欲が日本語の数え方を変えちゃったわけですね。さて、ここで悩めるリスナーの皆さんにアドバイスです。困った時は1つ2つを使えば大抵のものは通じますよ。でもエミさん、学習者にとって
3つ4つって10まで特別な読み方を丸暗記すること自体が本当に泣きたくなるくらい大変なんですよ。言われてみれば普通の数字の読み方とは全然違いますもんね。そこでパニックになった時でも使えるサバイバル裏技を私から提案させてください。それは個を使うことです。なるほど。1個2個の個ですね。123という基本の数字に個をつけるだけ。これなら誰でもすぐ口に出せますよね。本来飲み物なら2つや2杯が自然ですよね。でも変な数え方をして黙り込んじゃうよりはコーヒー2個って言ってしまった方が絶対に伝わります。完璧な日本語を目指して黙り込んじゃうより、まずはコミュニケーションを取ることが一番大切ですからね。それに最近の日本人もハンバーガーや質問とか何でも「こ」を使いがちですしね。迷ったらとりあえず「こ」で生き残りましょう。では最後にリスナーの皆さんにクイズを出したいと思います。皆さんも一緒に考えてみてくださいね。第1問、ビールが入ったグラスはどう数えますか？これは元の形をイメージすると分かりやすいかもしれませんね。決まりましたか？正解は1杯2杯です。飲み物はグラスの形じゃなくて中身で数えるというわけです。では第2問、パソコンや車はどう数えますか？機械の特徴を考えてみてくださいね。どうでしょうか？正解は1台2台です。皆さんいくつ分かりましたか？もちろん間違えても落ち込む必要は全然ないですよ。そうだよ。間違えても日本人は意味を分かってくれるから恥ずかしがらずにどんどん話してね。何事も挑戦が大事ですね。いざという時はこう武器にして乗り切りましょう。もっといろいろな日本語の会話を聞きたい方は画面にあるおすすめ動画をチェックしてみてください。移動中の復習などにはこれまでの動画をまとめたまとめ動画も便利ですよ。これからも新しいエピソードを更新していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。